あ、ありましたありました。あれ片手袋ですね。いろんなところでよく見かける片方だけになってしまった手袋、それを片手袋と呼んでるんですけど、ちょっと情報量多いですね。分類で言うとファッション防寒類介入型合計片手袋ってやつなんですよ。これ軽作業類放置型歩道車道系片手袋。絶対に取らなければいけない、絶対に触ってはいけない、死ぬまで続ける、続けてるんじゃなくてやめらんなくなっちゃうと。よろしくお願いします。片手袋研究家の石井と申します。僕は道とかいろんなところでよく見かける片方だけになってしまった手袋、それを片手袋と呼んでるんですけど、それをもう18年ぐらいずっと研究しています。24、5の時なんですけど、コンビニに行くんで家を出たら玄関の目の前に片手袋が落ちていて、もう何気なしにそれをじゃあカメラ付き携帯でパシャッと撮ってみたんですけど、そしたらもうズドーンと来て、なんかもうこれだと、これをやろう、これをやるしかないってもう一瞬で思って、片手袋ってやっぱ人間の活動があるところに落ちるので、朝から活発な街ということで築地、さらに豊洲市場の方に向けてひたすら歩いてみようかなと思ってます。冬場であれば、どの街でも1時間ぐらい歩けば必ず片手袋って見つかるもんなんですけど、この夏場になってくるとある場所が点々と点在しているような感じになってきて、ある程度土地勘があったり過去に見つけてるっていう感覚がないとなかなか絶対に見つかるということはないので、そこで僕は本業は飲食業なので、毎週築地と豊洲に仕入れに行ってるんですけど、その道すがらすごく片手袋を見つけること多いので、夏であっても見つけた実績もある築地豊洲間を歩いてみようと思いました。築地とかだと結構こういう植え込みにもう何年も放置されてるようなのがあったりとか、冬に多くて夏にはないっていうことはないですね。よく冬だけしかないんでしょという人もいるんですけど、全然そんなことなくて、ここってまさに豊洲に配送に行くトラックとか通行量が多い道路なんで、その車から落ちたりとかね、そういうのもありますよね。こっちの路肩も見てみましょう。こっちの方が日陰なんですね。自分に結構課してるルールが多いので、例えば絶対に取らなければいけない、絶対に触ってはいけない、死ぬまで続ける。触ってはいけないっていうのは、例えばこれ指を曲げてバッチグーみたいな形にしたりしたら、落ちてんのにグーかよみたいな感じの面白い写真になるかもしれないけど、そういうことしたくなくて、で一回やっちゃうとエスカレートしていくと思ったんですよ。だから一切触らないって決めた。絶対拾うことはしないです。写真は必ず撮るんですけど、絶対に触らないっていうのを心がけてて。ありましたしかもこれちょっと情報量多いですね。今日はあるだろうなと思ってたのは、今日7月の超暑い日なんで、皆さんがよく見かける落ちた片方だけ落ちてそのままになってる軍手とか、そういうのをちょっと狙ってあるだろうなと予想してたんですけど、これはちょっとまた全然違いまして、分類で言うとファッション防寒類介入型合計片手袋ってやつなんですよ。これ、順を追いますと、ファッション、これ毛糸なんでファッションとか防寒用の手袋、軍手とか作業用じゃなくて、介入型、おそらくこの辺に落ちてたのを誰かが落とし主が見つけやすいようにここに移動してあげてる、介入してる介入型の棒に刺さってるんで、棒系ファッション防寒類介入型棒系片手袋なんですよ。分類法と分類図っていうのを作ったんですけど、3段階で分けようっていうことを思いついて、僕釣りが好きなんで結構魚類の分類の仕方とかもお手本にしたんですけど、で第1段階が目的で分けるってことで、その落ちてる片手袋がもともとどういう目的で使われてたものなのか、
例えば軍手とかであれば軽作業っていうふうに分けますし、ゴム手袋だったりファッション防寒類、あとコロナ禍ですごい増えたんですけどディスポーザブル類っていうその使い捨ての手袋ですね。で次が一番重要で、それが放置型なのか介入型なのかって、ほとんど全ての片手袋は放置型としてまず生まれるんですね。道端に落ちたまんまそれが忘れ去られていく、放置されている。で稀にそれを、通りがかった人が落とした人がかわいそうだからって言って見つけやすい場所にこう移動してあげるようなもの、それが介入型というものなんです。では別枠で目的があって最初から片方だけになってる手袋っていうのもあって、それは、実用型というふうにしてます。で第3段階、状況場所で分ける放置型介入型、それぞれがどういう状況どういう場所で落ちてることが多いのかっていうのを分けたのがこれで、それをつなげて言うんですよ。例えばこれであれば、ゴム手袋なんですねこれ。なんでゴム手袋類介入型棒系、棒に刺さってるから棒系、ゴム手袋類介入型棒系片手袋っていう風になるわけです。でこれはやっぱり拾われるぐらいの片手袋なんで、介入型っていうのは毛糸とか革とか高級なものが多い、イコール冬が、圧倒的に冬なんですよ。ってことはこれはおそらく最近発生したものじゃなくて、遅くとも3月とかぐらいまでに発生したものが多分4ヶ月ぐらいここにずっとあるんだと思います。だからイコールじゃあどういうことかっていうと、ここにあんまり人の活動がないんだろうなっていうことですね。これがもう邪魔だからじゃあ捨てちゃおうとかいう判断する人があんまりいない。あともう一つ注目したいのが、これスマホ対応手袋なんですよ。指先、はい、つけたままスマホを操作できるという、でだから手袋を外さずにスマホを操作できるというために開発された手袋ですら外した隙に落とされたりしちゃうっていうのが、これスマホ普及以降スマホ対応型手袋ができて、スマホ対応型片手袋もすごい増えたんですけど、人間ってやっぱりどんな工夫しても片手袋を落とすっていうで何をやっても落とすってことですね。どんな工夫しても絶対落とすっていう。ちょっと想定してたものじゃないんですよ。なんかいろいろ解説を聞くと、納得感が出てきますね。あれ見て情報量多いとは誰も思わないですけどあれ情報量多いですね、片手袋こっから一回勝ち時ぐらいまで頑張ってみましょう。小学校1年生の時にこの手袋っていう絵本に出会いまして、最初におじいさんが森で片手袋を落とすとこから始まる。でそしたら実際に街の中でも手袋がよく片方落ちてるなっていうことに気づいて、で24、5の時なんですけどカメラ付き携帯を手に入れて、ただ頃ってなんか写真を撮るというのは写真を撮る対象に向けなければいけないみたいな気持ちがあって、食べるご飯を気軽に撮るみたいな文化もなかったと思うし、使わないまま過ぎてってたんですけど、そしたらある日夜コンビニに行くんで家を出たら家の目の前に片手袋落ちてて、黄色い軍手でしたけど、こんだけいついかなる時でも何があっても写真が撮れる状況であったっていう時代でなければ、逆に言うと片手袋研究できなかったかもしれないなとも思いますね。で僕大体5000枚以上は確実にもう片手袋今まで撮ってるんですけど、もっと全然撮ってると思うんですけど数えらんないってでなんで数えらんないかっていうと、その5000枚以上とか曖昧なこと言ってるんですけど、やっぱり近所の片手袋はできるだけ定点観測してるんですね。介入型になってたのに風に吹かれて落ちて放置型にまた戻っちゃったなとか、そうなるとなんか数えるのも大変なんですよ。それをじゃあ2枚と数えるのかそれは1枚なのかとかね、そういう不可能性に突き当たって、逆にもうこういうのは数とかじゃないなって思うようになりましたね。なんか、あれ片手袋ですね。分類でいうと軽作業類放置型歩道車道系片手袋っていうのになるんですけど、軽作業軍手とかも含めた軽作業用に使う手袋が、放置型、落っこちたまんま歩道車道、歩道でも車道でも道路に落っこってるっていうやつですね。
これがね片手袋の難しいとこで、必ず別にこっち側に当たり前なんですけど発生するわけじゃないっていうね。今日望遠レンズも持ってないから撮れないです、一応写真を収めて拡大すれば分かると思いますけど、楽しいか楽しくないかで言えば楽しくは別にないんですよ。というより活動の動機が楽しさとかではなくなってる、やらなきゃっていうで、もっといくともう無意識になってる。今日一緒に歩いて片手袋を取ってる姿とかも撮ってもらったんですけど、やったやったとかいう感じじゃなかったと思うんですよ。あれ片手袋ですね。ありました。軽作業類放置型歩道車道系ですね。飯食うとか歯磨くとかそういうことと一緒、逆に一緒のレベルになっちゃってるんで、衣食住片手袋みたいな。最初は本当楽しかったですよ。3枚目4枚目5枚目って撮るたんびになんかこう自分のコレクションが増えていくようなワクワク感があって、ブログもずっとある時から書いてて、誰も見てないのに誰かに語りかける口調でブログをずっと、そういうふうに勘違いされるかもしれませんがみたいなこと書いてる。読んでる人一人もいないのにで俺誰に語りかけてんだろうみたいな。でもその時全然楽しくて、でもある時から具体的に言うと2013年ぐらいから、幸いなことにちょっとこう取り上げていただいたりいろんなメディアで紹介していただくようなことが増えて、何か客観的な視点が生まれちゃったんですよね。自分って何やってんだろうっていう。それまではこう何にも考えることなくのめり込んでたんですけど、とはいえもうやめらんなくなってる。無視しようと思っても体が反応しちゃう、写真を撮るとかってなってる自分に気づいて、ちょっと怖さも出てきたというか、そっからはもう楽しいとか楽しくないっていう話じゃなくなってきましたね。今は呪いって言ってるんですけど、だから怖いもんで家族にも日常になっちゃってるんですよね多分。いや家族に聞いたらそんなことないって言われるかもしれませんけど、うちの子供は生まれた時から僕はもうそれやってるから、でむしろ僕の方が気遣って同級生とか同級生のお父さんお母さんにバレないようにしなきゃとか思ってんのに、自分で言ってきちゃうんですよね。なんか片手袋がさみたいな。そうすると友達とかそれ何ってなるわけじゃない。うちの父さん片手袋やってるからさみたいな。そんで気づいたら先生とかに片手袋をやってらっしゃるんですかとか聞かれることが今まで何回もありましたよ。なんか謝っちゃうんですよそういう時。すいません。何がすいませんなんだかよくわかんないですけど犯罪ではないんですけど小学生の時に確か理科の授業だったと思うんですけど、新聞の都民版っていうとこがあって、そこにその日の日の出日の入りと、満潮時刻干潮時刻が書かれたこんな細長い欄があって、1週間それを切り抜いて持ってきてくださいという課題が出て、でみんな1週間それを切り抜いて持ってきて、日の入り日の出の時刻がどう変わっていくか、潮の満ち引きがどうなって変わっていくかっていうのを見るっていう授業があったんですよ。で終わって、そしたら僕それがやめらんなくなっちゃってずっと貼り続けてたんですよ。で修学旅行とかあるとおばあちゃんとかに頼んで切っといてくれって言って、で貯めてノートに貼って。だから片手袋研究もよく継続は力ですねとか言われることあるんですけど、続けてるんじゃなくてやめらんなくなっちゃう。あれなんかすごくなんか今の片手袋研究に通ずるなんかことだったなって思いますね。そういう子供でしたね。なんか多分この20年近くで片手袋の夢を見たことだけはなくて、夢に見ないっていうのは俺はまだまだなんじゃないかなとか思ってたんですけど、いやちょっと待てよ起きてる時間にこれ使い切ってんじゃないかっていう余剰分がもうないんじゃないかっていう。僕片手袋は運動体であるって言ってるんですよ。今の僕はこれのことを片手袋って言ってんじゃないんですよ。これが落とされるとか、それが風で吹かれてあそこまで行って、で最終的に回収されて捨てられちゃうみたいな、この一連の運動のことを片手袋って言ってるんで、でそれはやっぱその片手袋含め落とし物みたいなゴミなんですけど、ゴミっていろんな経済活動とか生活を経て最終的に生まれるものだから、
よく見ていけば時代とかその街とかその時代の人間の感性とかそういったものをすごく象徴してると思うんですよ。あ、これは何だろう。この時期になぜこういうのが落ちるんでしょうね。滑り止めのついた、でもこれは軍手ではないですね。結構100均とかで売ってるような手袋かな。なんで今この暑い時期にこれがあるのか、なかなか難しい謎を投げかけてきますね。スフィンクスみたいなもんですから、片手袋は。人のことを考えるようになったかもしれないですね。あんまり自分にしか興味がなかったかもしれない。それまでは日々こんだけ何万人の人とすれ違って生きてるのに、その具体的に過ぎていった一人一人のことなんか別に考えないじゃないですか。まあ、考えてたら頭おかしくなっちゃうし。でも不思議なことにそういう人間がつけていったであろう手袋が落ちてるってなった方が具体的な他者のことを考えるきっかけになるというか、あ、この人これ落としちゃったんだ、このあと作業どうしたんだろうな。自然に自分の人生で交わることのなかった人のことを考えている。これをこのバス停で落とした人とそれを介入型としてこう拾ってあげた人、まあおそらく一生直接会話をすることもないだろうし出会うこともない。でも本人たちも知らない部分でその2人の人生がここで一回交わっているっていう、そういうだから人間が落としたものとかを一回挟んだ方がなんか会ったこともない他者のことを考えたり、自分の人生が誰かの人生とつながってるのかもしれないみたいなことを自然と受け入れられる。だからそっからは割となんかこう他人のことを考えるというかいう感じになったのかもしれないですね、この片手袋以降。結局とはいえ誰が落とした、どこどこの何々何々さん何歳が落としたって分かんないわけですから、分類図作っても例外のものばっか出てくるし、やってももう本当に自分は何も知らないってことを知る一つのきっかけですね、片手袋研究っていうのは。今日もさっきタクシー乗ってて見つけちゃったからこの後行かなきゃいけない。あれかな、ありました。あった。さっきあそこの地下道から出てきてすぐだったから、ここさすが止めらんないなと思って見つけてたけど言えなかったんですよ。何かを知ってるものがマニアなんじゃなくて、いかに自分が知らないことが多いのかっていうことを知るきっかけのマニアだと思ってるんです。その自分のやれてなさっていうのは、その世界の片手袋がどうなってるかっていうのはもう到底 SNS とかでロストグローブってハッシュタグをつけて片手袋を投稿してる人たちがもう同時多発的世界中にいるので、あ、これは全然日本だけのものじゃないなと。あとやっぱり片手袋を通じてこの今の現代を記録しアーカイブしていってるっていう感じはすごくあるので、この時代で評価されようとは思ってませんので、未来の変わり者のために参照できる確かなものを作り上げておきたいという気持ちなので、未来の変わり者のために僕は今頑張ってます。危なかった。これを取りに来てなかったらもう夜悶々とするところなので、こういうことを日々やってます